電気住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。子供の頃なんかは私は特にお寺に育ったせいかお留守番っていうのが非常に怖くてですね、お寺広いですから特に一人ぼっちでポツンといると古いお寺はミシミシとかきしむ音とかするんですね。そうするとお化けかなって思ったりして子供の頃非常に一人留守番するのが、怖かった思いがあるんですが、今回のお話はですねその留守番についてのお話を少しお聞きしましたので、お話しさせていただこうというふうに思います。この話はですねとある女性の方からお聞きした話なんですが、この女性の方が子供の頃に初めて留守番を頼まれた、その日のことなんだそうですけれども、留守番といってもですねその日はたまたまおばあちゃんが、近所に住んでられたんですけれども、一人やっぱり女の子ですので一人にするのはかわいそうということでおばあちゃんが泊まりに来てくれたそうなんですけれども、おばあちゃんとその女性と2人で留守番をされたそうなんですね。でこのお父さんお母さんが急遽出かけなくちゃいけないくなった理由があるんですけれども、その理由が実はお葬式だったそうなんですね。急遽お葬式で出かけなくちゃいけなくなったので留守番しといてねとその女性を頼まれたそうなんです。理由がねちょっとお葬式っていうだけでも、子供さんにとってはなんとなくちょっと怖いなというイメージがあったそうなんですけれども、やっぱりお父さんお母さんあまり心配させたくないと、そう思った彼女はですねおばあちゃんと2人で楽しくやってるから全然安心して泊まってきてねって言って1日留守にされるということでお父さんお母さん行かれたそうなんです。でおばあちゃんと晩ご飯を食べてテレビを見て楽しくお話をしたりしてそこまでは良かったんですけれども、さてそろそろ寝る時間なんでおばあちゃんは1階で寝るからあなたは2階の寝室で寝なさいと言われたそうなんですね。で1階でおばあちゃんと一緒に寝るんだと思ってたそうなんですけれども、これ一人で自分の自室で寝なくちゃいけないのか、その時初めて急に寂しさと恐怖がやってきたそうなんです。なんとなくちょっと一人で寝るのは怖いなと思ったものの、おばあちゃんから見て自分はもう大きくなったのでもう赤ちゃんじゃないから一人で頑張れるでしょっていうふうな内容のことを言われたそうで、特にですね大丈夫大丈夫ってちょっと意地を張って一人で2階へトントントンと上がっていったそうなんです。2階で寝てますとなかなかこれが寝られない。なんとなく家のきしむ音とかあるいは天井を見てると人の顔のようなものが、見えたりですね、もちろん気のせいなんですけれどもなんとなく怖いなと思いながらずっと寝てますとパタ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 何か音がするんですね。何の音と思ってるとどうやら外は雨が降り始めたそうなんです。この雨の大粒の雨がですね窓を叩くわけですよね。パタ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 、またその音が怖い。怖いな。でもそんなお化けが出たりそんなことを今まで家でもなかったし大丈夫大丈夫と自分に言い聞かせて寝てたそうなんです。寝てますとだんだんと寂しくなってきたそうなんですね。幼い女の子ですから特に一人で初めて寝る時初めての留守番でこれが重なって余計に悲しくなってきてなんとなく涙が出てきたそうなんです。で涙を流しながらもちょっと恐怖に耐えながらいろんな感情の中寝てますと突然人の気配を感じたそうなんです。あれおばあちゃん上がってきたのかな、おばあちゃんが部屋に入ってきたのかなと思ってさっとその気配のする方を見ると黒いもやがかかってるそうなんですね。であれ黒い影みたいなのがあるな、じーっと見てますとそこにはなんと一人の男性がこちらを見て立ってたそうなんです。思わず怖いと思ったんですけれども大声叫ぶことすらできなくって、でそのままお布団の中に入ってじーっと動かずに寝たふりをしてたそうなんですね。そうしますとその男性の黒い影がこう言ったそうなんです。ごめんね、寂しいか、ごめんね、寂しくさせて、こんなこと言うそうなんですね。
で、もう自分はもう寂しくないですとか、いや、正直に寂しいと言うべきか、いろんなことを迷いながらもそのままじっとしてたそうなんです。まあ怖いですからね。で、じーっとしてると、やがてですね、この男性の影がスーッとさらに近寄ってくるそうなんです。そして女性にこう言うんですね。ごめんね。ほんとごめんね。何度も謝ってくるそうなんです。でもなんか意味がわからずずっと寝てると、女性の声で、すいません、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですからっていう声がしたそうなんです。この声がまさにお母さんにそっくりの声。もしかするとお母さん帰ってきたのかなと思うぐらいにお母さんの声そのものだったそうなんです。そしてあっと目を開けた瞬間、スッとその男性が消えたそうなんですね。そのままその女性はなんか怖いなと思いながらも、なんとなくお母さんの声を聞いて安心したせいか、その後はぐっすり朝まで寝れたということなんですけれども、朝起きましてこの話をおばあちゃんにするわけですね。そうするとおばあちゃんはまあ初めてのことだったし怖かったのかな、もう多分それは気のせいだから気にすることないよ、そんなことを言ってくれるそうなんですけれども、なんとなくあの男性とお母さんの突然の声、これ何だったんだろうな、ずーっと気になってたそうなんですね。それからしばらくして、お父さんお母さんも帰ってきて、でそのお父さんお母さん帰ってきた時には心配させたくなかったので、この話はその時にはしなかったそうなんですけれども、月日が流れてですね、自分もしっかりし始めたなと感じた頃に、実は初めてお父さんお母さんがお葬式で出かけた夜、こんなことがあったんだよっていうことをお話しされたそうなんです。そうしますとお母さんが、あのお葬式覚えてる覚えてる。いや、私もちょっと不思議な経験した。そうお母さんも言い出すそうなんですね。どういうことかと言いますと、実はこのお葬式に急遽行かれた、このお葬式で亡くなられた方っていうのは、実はこのお父さんの、弟さんなんだそうですね。で、この方っていうのが独身をずっと、独身で生活されてまして、結婚されてないのでお一人で亡くなってお葬式を、このお父さんお母さんお二人で務められたそうなんです。でそういうこともあってですね、このもしかすると亡くなったおじさんにあたる、この少女から見るとおじさんにあたる方が、ごめんね寂しい思いをしてって言ってあなたのところに現れたんじゃないかな、こんなこと言うそうなんですね。でも彼女にしてみると、そうかな、でもそんな確信もないしなと思ってたら、お母さん続けてこう言うんですね。いや、実はお母さんあの日寝てると、もうあなたのことが心配で心配で、どうしようどうしよう、泣いてないかな、寂しい思いしてないかなとずっと思いながら寝てたそうなんです。そうしますと、どうやらお母さん夢の中で寝てるその彼女の部屋まで行ったそうなんですね。で、なんか寂しそうに泣いてるなと思いながら顔を見てると、亡くなったおじさんがごめんねごめんね、あなたに謝ってた姿が見えた。それで思わず、いや気を使わなくて大丈夫です大丈夫ですと言った。そのまさに大丈夫大丈夫というのがあなたにも聞こえてたのかもしれない。こんな話をされたということなんですね。たまたまこれ夢がリンクしてたのか何なのか分かりませんけれども、実際そういうことがあったそうなんです。で、これ私なりに少し紐解きますと、よく生き量を飛ばすっていう言い方しますね。大体生き量を飛ばすという言い方をすると、悪いことで、生き量を飛ばす。あいつを苦しめてやろうとか、もっとあいつが不幸になれなんていうことで、生き量を飛ばすということを言ったりしますけれども、実はこれ悪いことだけではないんじゃないかなと思うんです。今回のようにお母さんが、家に残してきた一人娘を思ってですね、大丈夫かな大丈夫かなという思いが強いあまりに、部屋まで私実際に魂というか、心と言いますか何か分かりませんけれども、その念のようなものが実際に行って、我が子の様子を覗かれたんではないかな。で亡くなったおじさんですね、もうこれももう悲しい思いをさせるつもりはなかった。で謝っているその
状態もですね、亡くなられた方と、生きている魂とかそこで一致して大丈夫大丈夫と今回のような話になったんではないかなというふうに思うんです。で、これっていうのはお守りやお札もそうですね。蓮久寺でもお守りお札を出させていただいてますけれども、この一個一個作るときにこれを持たれた方がどうかですね、少しでも幸せになられるようにという思いを込めて、一つ一つ作らせていただき、皆さんにお分けするわけですけれども、これも一種の私の生き量と言いますか、そう言うとなんか、お守りお持ちの方気持ち悪いかもしれませんけども、でもなんか一つでも、幸せになられるように、一つでも笑顔が増えますようにという思いを込めて、お出ししますから、そこにもいわば私の生き量が載ってるわけなんですよね。で、そういったいい生き量もあるというのが、今回のお話の中に出てくる、話ではないかなというふうに思いますね。ですからいろんな世の中でいろんなことが起こりますけれども、私たちがあの人が心配だ、どうかあの人を幸せになってほしいといういい思いをたくさん出していただいてですね、良い生き量を飛ばしていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。